はい、どうも納得です。今日からね、こちらアンティルドーンっていうゲームで遊んでいこうと思います。ホラーアドベンチャーなのかな。元は配信でやる予定だったんで、ちょっと動画長くなるかもしれないんですけど、よかったら最後まで見てもらえると嬉しいです。それじゃあ早速新しいストーリーで始めていきましょう。バタフライエフェクト。小さな蝶の羽ばたきが数週間後に驚異的なハリケーンへと発展するように。するように、なんなん些細な決断が運命をも変える。蝶ってなんか近くで見ると結構気持ち悪いな。ガとそんな大して変わんねえよな。あなたの選択が物語の展開を大きく左右するよと。こういうアドベンチャーゲームって2つに大別することができると思うんですけど、1つはどの選択肢を選んでも、最終的に1個の、ストーリーになっちゃうやつ。と、もう1個は選択肢によって最後の結末が大きく変わってくるみたいなやつ。俺は後者の方が好きだね。結末がやっぱ選択で変わった方がゲーム性があって面白いと思うんで、このアンティルドーンはなかなか期待ができるんじゃないでしょうか。山小屋。女の子がいますね。女の子って年でもねえか。このアンティルドーン、サブタイトルが確か惨劇の山荘だったかな。なんでおそらくこの山荘で何か事件が、もうこいつ明らかにこいつ犯人じゃん。出てきちゃった。第1話から。本当にこんなことやっちゃうなんて。こいつらなんだ。こいつらが今日の被害者です。大学生ぐらいかな。これはエミリーのためなの。マイクが学級委員長だ。どういう集まりなんだろうね。なんか日本でも学生運動とかが起こってた時期は、なんか山荘でいろんな事件が起こったりしてたんですけど、この人たちはどうなんだろう。普通のでもなんか大学のサークルメンバーとかかな。人がなんか一気にたくさん出てきて、俺ね、人の名前覚えるの苦手なんだよな。こいつはサムっていうらしいけど、早くどんどんなんか殺されていって覚える人数減っていってほしいな。来た来た。こいつがハンナか。メガネで黒髪と。意外とセクシーなんだよ。マイク。ろうそくってハンナよ。ランプとかねえのかよ。いや、ハンナ。こいつがマイクか。マイクなんか悪そうな顔してたな。ねえ、今の見た？こいつはベース。中は誰もいないって言ってたけど。なんていうのこういうの。ボブカット。こういう髪型可愛いよな。なんか、プレイヤブルな。ここからもう動かせるんだ。めっちゃなんか机に突っ伏して寝てるわ。早朝牛丼屋とか行くと、飯食いながら寝て、客が寝ててこんな感じになってるよな。どれどれ。右スティック、ちょっと今読んでるんだが、R ボタンを押し込み瓶を手に取る。はい。で、R2 ボタンをホールドし、右スティックでオブジェクトを調べる。こうか。ジェレミア・クレッグ。もうジョッシュ。なんか、酒を飲んでたらしい。また飲みすぎて潰れちゃったってわけ？こういうなんか介抱してくれる女の子って解消があっていいっすよね。これも調べられんのかな？メモかな？手紙か？はい。で、コート。手紙かな？ハンナへ。ちょっと今読んでるんだが。今度は何に巻き込まれたっていうわけ？操作がちょっと、おぼついてないな。メモを見たの。来てくれたんだね。多分このマイクがハンナを呼び出したみたいなそういうメモだったんでしょうね。ひげが汚な。とりあえず始めてみようぜ。それでどうなるか様子を見るんだ。清潔感がないわ。いいじゃん、クリエイティブだな。クリエイティブっていうのはこういうの。アグレッシブとかじゃなくて。シャツ脱ぎ始めた。なんか、どういうこと？今のなんか腕の蝶のタトゥーは意味ありげじゃねえか。これ何してるの？
何これ。ハンナ、ごめんハンナねえやめて。俺もついついこれはバカあらあらなからなの。そのドッキリ大成功か。あんたたち本当に最低。まあ、撮った動画は後で YouTube に上げるんだろうな。何選択しようって。何をジョッシュを起こすみんなを探す。でもジョッシュ寝てるからなんかみんな探した方がいいんじゃないの。みんな外に誰かいるの？ハンナ、めちゃめちゃ雪降ってる。どうしたの？ハンナはどこに？なんでもない。真面目なんだから。ハンナ袖クソ短かったからな。こんな外に出てったら凍え死んじゃうんじゃないか。ジョークだよ。最低。ハンナ、ハンナ。で追っかけた方がいい？今一番会いたくない相手が追いかけてどうするのよ。っていうかみんな長袖なのになんでハンナは一人だけ半袖だったん。これ何 QTE ってやつか。まあ、言うて俺反射神経はまあまあ自信あるんで、ここは問題なくすり抜けていこうか。スマホのライトとか使うと、は鹿でした。早歩きできるの？早歩きでいこうか。結構直接的ななんか、こういうびっくり系なの。できればなんかじわじわ系のがいいんだが。なんだこれは。マジで何これ。ちら？うわ。誰か死んだんだが。死のトーテムだって。不吉だな。だからなんでこんな、のっぱらにトーテムポールが落ちてるのかは、謎。何の音？序盤に出てきたなんかサイコパス男だけじゃなくて、ここにはとんでもない魔獣が住み着いてるみたいな。は？何あれ？火吹くドラゴンがいいんじゃねえか、この世には。そういう西洋ファンタジーでもいいぞ、俺は別に。ハンナ、そんな格好で寒くないの？ほら、コート着て。私って本当にバカ。大バカで。一人ぼっちは寂しいもんね。ハンナ。なんだ？プレデターか？あ、ハンナ。あ、スマホを落としただけなのに。嘘でしょ。何？うわ、文字通りもう崖っぷちじゃん。こいつなんだ？ああ。こういうのってよくゲームとかアニメとかで見るけどさ、これ腕脱臼するよね。うわ、音でかっ。ちょっと音量下げよう。なんだこれ。いや、ごめん、ハンナ、すまん。すまん。死んでくれ。俺は死にたくない。結局死ぬんかい。うわ、これあれじゃん。さっきの死のトーテムで見たやつだ。予言の通りになっちゃったってこと？ DRAJ ヒル。どこここ？お、なんか画角が変わった。ドクターヒル。ちゃんと理解しているかどうか確かめたいことがある。すんごいねっとり喋るね。去年起きたことは変えられない。過去は塗り替えられないんだよ。君はこの事実を受け入れなければならない。だが君はなんか嫌な顔してるな。自由になれる。君の行動とこれからの決断が未来への CG のレベルとかじゃなくてなんか
ゲームを実行するあれじゃない、特殊メイクみたいな、なんかシリコンで作ったみたいな、なんか顔してるよなこいつ。君と君の周りの運命を左右するんだよ。で、このゲームを実行することにしたんだね。大きな進歩だよ。私もぜひ成功させたい。全然状況が読めないんだが、どこ時にドクはターっていうから医者なんだろうな不安な気。持ちになることもあるだろうが、大丈夫。もう周り見た感じでも病院とかでもないだろうし私に任せてもらえれば、なんだろきっと切り抜けることう、ができるはずだ。メンタルヘルスみたいなうん感じなのかな。よし。俺は誰まずはなのこれ。簡単なテストから始めよこれは誰なんう。だ。カードを手に俺取って自身かもしかして。裏側にあるこいつは俺自身に喋りかけてんのか何を感じるか教えてほしい。はい。それといいかね。結果を有意義なものにするためにも正直に答えるんだよ。じゃあもう本当に納得として正直に答えさせていただきます。この手袋さ、さっきの火炎放射プレデターじゃないの？違う？何これ？何の写真これ？すごいいろんな角度から見える。はい。で、さっきの絵を見てどう感じたかね。正直に答えて。はい。まあでも俺、割と、こういう、なんていうの？牧歌的な、田舎みたいなな。自然あふれる土地。一番喜びを自然ではないかもしれないけど感じたのはこういうところってやっぱ憧れるんだよな。都心から離れて。なんだろう。穏やか。時の流れがゆっくりに感じるよな。こういうところって。完全なイメージですけど。何面白いな。ではここに1週間滞在したいのかね。しかも一人で。いやもう1週間と言わず俺もう一生なんかこういうところに住みたいんだが。うん。属性との交わりを立っこのて。館がもし呪われているとは言ったら。バカじゃねえの。いや呪いくだらな。ああ、実に健全な答えだ。逆になんかだが人は何幽霊が出るとか言ってさ、うんあれだよな。事故物件とかだった君のら恐れを抱いているものは安い家賃で暮らせるからもっといいんじゃないか。ああいう事故物件実際はなんか幽霊が出たとかじゃなくて、そのなんか事件があったとかなんだよな。これは次回のセッションで一緒に考えるとしよう。例えば盗みに入られたとかだったら、その再び盗みに入られる可能性が高いからちょっと家賃が低くなってるとかなんかそんなだった気がする。まあ俺は一人暮らししてないんでエアプなんですけど、事故物件エアプだな。ちょっと詳しいことは町の不動産屋に聞いてください。お、ここから本格的に始まる感じ？ソニーコンピューターエンターテインメント。ブラックウッドで起きた痛ましい事件から今日でちょうど1年が経ちました。ハニー・クライン保安官にってことでアンティルドーン始まったんですけども、されているハンナとベス・ワシントンについて何か進展はありましたか？2人は1年前の1年前だってロッジを飛び出したまま行方がわからなくなっています。さっきの出来事犯罪のベスとハンナだっけ？
容疑者としてあるが人物の崖から落ちて捜査を行死んじゃってから1年が経ってるらしいね。彼とワシントン家は因縁が深いよ。先祖の聖地であるブラックウッドで進められるロッジのこれ建設計画に音声乱れてるのは反対していまあれですよ正常なんでどうですか。そこに潜んでいるのでは。した部下が敷地内を捜索しました。姉妹があそこまでゲーム内の演たどり着け出なんで。あの山では悲しい事件が起こりすぎて姉妹たとはベスとハンナは今日は姉妹だったのかな。ハンナとあんまり顔似てなかったっけ来ましたが、ご家族のロバート、メリンダ、そしてジョッシュと共にいち早い解決を願っています。これ何ホラーなんだろうな。元気か？ダメだ。未だにわかんないんだよな。サスペンスホラー的な感じなのか、やろう。いや、みんなそれともなんか、みんなでまなんていうの、たプレデターみたいになんか怪物が出てきてみたいな感じなのか。まず最初にみんなに言いたいのは冬のバカンスインブラックウッドをちょっとオープニングからだとよくわかんなかったな。こいつ誰？陽キャ陽キャジョッシュ君。こんなん去年いた？寝てたやつかな。俺のことを心配しているんだろうし、それに去年のことであそこに戻るのをためらう結構目がつぶら。十分分かってるさ。でも目力すごくない？分かってほしいんだ。つまりめちゃめちゃピュアじゃない？あそこに行くことがこんな綺麗な目してる人今時いないよね。それにみんな今ハンナもベスも死んだ魚の目みたいな二人のことを忘れて死いないのんだ魚みたいな目してるからな、大体の人間は。俺はみんなとただ楽しい休暇を過ごしたいと思っているし、それに一生忘れない思い出を分かち合いたいんだ。これは妹たちのためにも。それにほら、どういうことなの？じゃあちょっとそういうなんかみんなで思う関係がよく分かってないんだが、ハンナかベスのどっちかあるいは両方がこいつの妹らしいな。で今年もなんか山荘に集まるらしい。どういう集まりなの？それ教えてくんないの？あ、オープニング続いてたわしかも結構長いからもう終わりかと思ったわ。これなんか意味あんの？メトロノームとかガスマスクとかトーテムポールとか全くつながりが見えないんだよな。この木馬とかブラックウッドピネズ、ここが山荘なのかな多分ね。